にちは。香川県の高松に来ております。今回は行きたい場所がありまして、JR 高松駅に向かっています。JR 高松駅に着きました。今回はずっと行きたかった秩父ヶ浜へ行ってみたいと思います。秩父ヶ浜は宅間駅が最寄り駅になりますので、まずは予讃線で宅間駅まで行きたいと思います。今日は雨の予報でしたが、晴れてよかったです。高松駅から宅間駅まで50分くらいです。海が見えます。車窓からの景色、綺麗です。宅間駅に着きました。高松駅から結構距離があるんですね。今回は宅間駅からシャトルバスを使って観光したいと思います。こちらのシャトルバスに乗車したいと思います。ハーツシャトルバスは土日祝日のみの運行で、観光スポットを周遊するバスになっています。まずは琴引公園の銭形砂絵を見に来ました。こちらは琴引山頂にある銭形展望台です。砂絵は市内で一番人気がある観光スポットだそうです。展望台から砂絵が見れます。こちらは銭形展望台からの景色です。絶景ですね。砂絵の大きさはなんと東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルもあります。後で近くに行ってみたいと思います。それではバスで下まで行きたいと思います。琴引公園に来ました。歩いて砂絵に行ってみたいと思います。こちらが砂絵ですね。すごく大きいですね。近くだと銭形がわかりませんね。春と秋に数百名で美しく砂絵を整えているそうです。すぐ近くの有明浜に行ってみたいと思います。ビーチが見えてきました。綺麗ですね。お目当ての秩父ヶ浜は夕日が綺麗なので、夕方に行くことにしました。砂浜も白くて綺麗です。潮は引いていますね。向こうに見える山は天空の鳥居がある高谷神社ですね。後ほどバスで行ってみたいと思います。あちらに水たまりがあります。秩父ヶ浜は日本の冬に塩湖と言われているので、とても行きたい場所なんです。そして鏡面での撮影がとても綺麗なんです。こちらの有明浜でも綺麗に反射していますね。少しこちらのビーチでポーズの事前練習をしてみます。どうでしょうか？大きな水たまりがあれば綺麗に撮影できるんですね。それでは後ほど秩父ヶ浜で。お次は琴引公園から別のバスで天空の鳥居に行きたいと思います。土日はマイカー規制でバスのみ通行可能です。駐車場に着きまして、山頂まで登っています。結構急坂で息が切れます。山頂の高谷神社に着きました。まずはご参拝したいと思います。本宮が稲積山の頂上にあることから、稲積さんの名で親しまれているそうです。ご参拝を終えて天空の鳥居に行きたいと思います。いよいよですね。見えてきました。こちらが天空の鳥居です。絶景です。先ほどいた有明浜も見えますね。順番待ちです。私の番になりました。絶景ですね。天空の鳥居まで登山することもできます。40分くらいで登れるそうです。
以前愛媛の石鎚山を登ったのを思い出しました。こちらの動画は概要欄にて。本当にこちらに来れてよかったです。素晴らしい景色をありがとう。お次は父母ヶ浜に行きたいと思います。念願の父母ヶ浜に着きました。ドライバーさん曰く地元民からするとなぜこんなに流行ったのか不思議で、以前は浜の名前も知らなかったとのことでした。 SNS の影響はすごいですね。カフェやショップもあります。いい雰囲気ですね。こちらが日本のウユニ塩湖と言われている父母ヶ浜です。こちらも白い砂浜で綺麗です。穏やかな波と遠浅の海が特徴の海水浴場です。そして私がずっと来たかった場所です。早速撮影に良さそうな潮だまりを探しています。いいポジションが見つかりました。風もなく綺麗に表面しています。先ほどの有明浜で練習したのでいきなり本番撮影です。どうでしょうか？実際にボリビアのウユニ塩湖は行けませんが、似た感じになっていますよね。今度は背景に山を入れての撮影中です。隣に子供がやってきました。同じポーズをしています。かわいいですね。こちらが撮影の裏側です。ボランティアの方たちが写真を撮ってくださっていますので、行列ができているんですね。ジャンプしたり傘を持ったり、いろいろと面白い写真が撮れそうですね。お荷物を預かっていただけて、自分のスマホで撮影してくれるそうです。ポーズのレクチャーもしていただいて、とても親切でありがたいですね。それでは少し散策をしたいと思います。ビーチには地元素材を使った本格的なハンバーガー&サンドの専門店ベイクスタジオ岡崎があります。お隣のドーナツホリックも手掛けているそうです。ドーナツは次の日に食べても柔らかいようにと化学物質を使わずに製パンの技術のみで作るので、ふっくら柔らかなドーナツになっているそうです。カフェにやってきました。夕日まで小休憩したいと思います。ガレットを注文しました。夕日まで待ちたいと思います。そしていい感じの夕日になってきました。とても綺麗です。夕日の景色でも撮影してみたいと思います。夕日バージョンです。どうでしょうか？いい絵が撮れました。最終バスの出発時間になったので薩摩駅へ戻ります。ほぼ1日お世話になったドライバーさんをお見送りして高松駅に戻りたいと思います。高松駅に着きました。今回はこの辺で。香川の動画もまだまだありますのでお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。コメントも楽しみにしております。